始まってるかな。横にしたいけど横にならない。まあいいか、立てていいか。よいしょ。ちょっとね、準備するものがあったりしてね。よいしょ。一応ね、確認。なんかね、最近ね、音出ないこともあったので、今ね、ちゃんとね、音が届いてるかどうか。自分の端末でも音聞こえてますかね。今ね、今日は自宅からではないんですよ。竹芝桟橋というところからお送りしています。一応音が聞こえているかの確認だけをしちゃいますと。さあどうでしょうか。音大丈夫ですね。音鳴ってますね。一応自分の持ってきた端末でも確認することができました。ということで、今日はね、東京の竹芝桟橋というところからお送りしています。でね、これからね、ちょっとね、東京の島に旅に行こうと思っています。で、今回利用するのが手書きのね、こんなフリップを今日は用意してきたんですよ。ちょっとね、縦画面だとやっぱ見づらいな。今回利用するのがね、ミステリー切符というものです。でね、このミステリー切符というのは、東海汽船という、船会社があるのですけれども、この東京の竹芝桟橋から東京の島ですね。東京にはね11個の島があるらしいのですけれども、そのうちのいくつか538かな、ぐらいを、結んでいる航路、船の会社です。でその会社でミステリー切符というものが発売されていまして、でこの切符が5800円なんですよ今。でここに出ています大島、新島、大島、豊島、新島、式根島、神津島、この5つの島の、どれかに連れて行ってくれると。でこれがね、この切符を受け取るまでどの島に行くかはわからないというものです。それでミステリー切符なんですね。でスケジュール的には、こんな感じで、今日でしたら10月24日木曜日ですね、東京竹芝桟橋発22時の船に乗ります。で翌日10月25日金曜日、竹芝桟橋東京に19時着の船で帰ってきます。夜行の船でこの5つの島のどれかに行って、これ翌朝着きます。明日の朝着きます。そして明日のお昼ぐらいの船に乗って東京の方に帰ってくると、夜に帰ってくるという夜行日帰りのプランという切符になっています。でこれがね、昨年2023年12月から11月かもしれないですけれども、年末に発売されまして、でその時僕は12月の終わりの方で確か行きました。でその際にはこの5つの島のうちの大島に連れて行ってもらいました。でこのね、5つ選択肢がある、5つの可能性があるんですけれども、多分これが1日これ50名限定なんですね。でこれ10名 ×5 で均等に割り付けされているのではなくて、多分
ちょっと重み付けされているんじゃないかなと思っています。予想です。確定事項ではないですけれども、多分大島が一番多いんだと思います。観光客を受け入れるキャパシティがある島ということで、利島、式根島はちょっと少ないかなと。で新島も大きな島なので、ここも受け入れがあるのでちょっと多いのかなと。で神津島は、神津島ももしかしたらちょっと少ないかもしれません。で、これから僕はだいたい21時ぐらいに窓口に来てくださいと言われています。そこでチケットを受け取って、この5つどこに行くのかがその時点で判明します。まだ僕は行き先分かっていません。さあではこの5つの島について、簡単にお話ししていくことにしましょう。まずは全体の地図から。東京が、ここら辺ですかね。ここら辺かな。そしてガーッと南の方に行って、伊豆半島の横あたりにまず大島があります。これ今回の5つの可能性がある島の中で一番大きな島ですね。でその南側に利島で、さらに南に新島、そしてそのすぐ南側に式根島で、さらにちょっと離れたところに神津島というような島の位置関係、5つの島の位置関係になっています。で次に、ざっとね一つ一つの島の確認していきたいと思います。まずは大島。この島がこれから22時発の船に乗りまして、翌朝明日の6時に到着します。でその後14時30分発の船に乗って東京に帰ってくるという、プランです。大島の場合には滞在時間が8時間半ですね。面積が5つの島の中でも最大規模約91平方キロメートル、すごい大きいです。そして人口も最多です。2021年の段階ではあるのですけれども、7228人、7000人オーバーの人口がある島です。名物としては椿油がすごい人気のお土産物、あとアシタバとかなどがあります。そして三原山ですね、火山。僕がね中学生の頃ですね、今から何年前だ、38年前かな。それぐらいの時に火山噴火しまして、で島の人が東京の方にこっちの方に都内の方に、大島も東京都ですけれども、こっちの方に避難してきて、で僕が通っていた中学校にも大島の中学生が一時的に通っていたことがありました。でその他だとね、温泉ですね。温泉はねいくつかありまして、誰でも気軽に入れるところがこの島のね北西部、ここら辺に2つあります。これね前回僕行きました。であと温泉旅館のところで、この真ん中あたり、ここでね日帰り入浴もできるそうです。もし大島が行き先になりましたら、前回はねこの島の北西部を回りまして、レンタサイクルで自転車で温泉巡りとか、あとご飯食べたりとか牧場行ったりなどしたのですけれども、今回はもし大島になったら島の、南西部ですね、ここら辺のエリアを攻めたいなというふうに思っています。あとね、大島は食べるところがいっぱいなので食事に困ることはまずないでしょう。早朝6時に島に着くのですけれども、朝からやってるお店も結構ありますので、
喫茶店もあるし、普通の食堂もあるし、食料、大島に行く際には早朝6時着であっても朝ごはん持っていく必要はないです。現地で食べることはできます。で次に、利島。この利島が5つの島の中で最も小さい島ですね。今回のプランだと朝7時40分に到着します。そして12時50分の船でこちらの方に、東京の方に、都内の方に帰ってきますので、滞在時間が5時間10分で、面積が約4平方キロメートル、すごいちっちゃな島です。ちっちゃな島ですけれども、こう真ん中の方に山があって、こう綺麗な円錐形の島なんですよ。前回大島に行った時にこの利島も遠くの方に見えてすんごい綺麗でした。むちゃくちゃ形がいいです。で人口が去年の段階で317人、だいぶ規模が小さな島ですね。で名物としてはやっぱり大島と同じように椿があるそうですが、その他に日帰りで楽しむことができるような観光スポットはもしかしたらないかもしれない。宿泊するとしたらシュノーケリングとか、そういったアクティビティはあるようなんですけれども、ほぼ午前中だけですよね。午前中だけで楽しめるかというと、まあ微妙なところです。微妙なところではありますけれども、何もないなりに何かがきっとあるだろうと信じて、もし利島に当たったら行きたいと思います。で次が新島。新島は大島に次ぐ2番目の大きさの島ですね。今回の5つの島の中で新島の場合には8時35分に到着して11時55分に出発します。3時間20分の滞在です。面積は 23.17 平方キロメートル、そして人口が今年の段階で2239人で、このね新島にも温泉があります。もし新島になったらその温泉に行きます。で次4番目の島がこちら式根島。式根島も、小さな島ですね。9時5分に着いて11時25分に出発します。滞在時間が2時間20分。面積は 3.67 平方キロメートル。人口は2022年の段階で494人。こじんまりとした島ですね。そして式根島にも温泉があります。この地図で言うと、ここが港で、ここら辺かな、ここら辺に温泉がポンポンポンと3つ、あと離れたところにもう1個あります。でもし式根島になったらこの温泉に入りに行きたいなと。もう海沿いにある、海沿いというか、ほぼ海です。そう、かなり眺めのいい温泉があるようなんですね。ここに行きたいなと思っています。そして最後5つ目の島がこちら、神津島。この神津島の場合には10時着、そして10時半発です。滞在時間30分。面積は 18.58 平方キロメートルで、人口は2023年の段階で1746人というデータがあります。5つの島の中では3番目の大きさですね。でこの神津島には僕は一度実は行ったことがあるんですよ。でその際には調布から飛行機を利用して飛行機で行きました。
飛行機だとどれぐらいの時間だったかな。多分1時間かかんなかったと思います。30分ちょっとかな。それぐらいの時間なのですけれども、船で行くとしたら、夜行船で行くとしたら、ここ東京発が22時で10時着なので12時間もう船に乗っていかなくてはいけないという。ただその他のルートとしましては、ジェット船、すんごい速い船もあります。それだったら夜行でこんなのんびりしていかなくても大丈夫です。ちょっと時間はどれぐらいだったか忘れちゃったのですけれども、一番早いのは飛行機で、その次がジェット船で、最もゆっくりなのが今回乗る夜行船ですね。で神津島になったとしたら滞在時間は30分しかありませんので、何もできないでしょう。一旦ね、船からは降りなくてはいけないので、船降りて、で港で、お土産を買うとか、それぐらいかなと思います。ただね、神津島にも港が実は2つあるんですよ。島の西側と、あと東側で、西側の方は町のところにある港なのですごく栄えています。売店などもあります。ところが東側の方はここには何にもないです。本当に何にもないです。そうなのでこっち側どっちに行くか分かんないんですよ。でもしも東側の方だったとしたら船から降りるだけになるなと。そんな選択肢ですね。で以上が5つの島の紹介でした。ざっくりとではありましたけど。で今回僕は希望順序考えてきました。近い順から大島、利島、新島、式根島、神津島という5つの島があります。そして昨年12月に同じこのミステリー切符で大島には行ったことがあります。でそれを踏まえて順位付けをしたものがこちらです。第一希望が式根島、海沿いの温泉がある島です。滞在時間は2時間ちょっとと短いのですけれども、レンタサイクルを借りてこの温泉巡りをしたいなというふうに考えています。で第2希望は新島、この式根島のすぐ北側にある隣にある島です。で新島も割と大きな島ですね。滞在時間が3時間20分で、新島にも温泉があるので、温泉には行きたいなと。で割と大きめの島なので食べるところには困りません。なので何かね、島の名物みたいなものを、食べることができたらなというふうに思っています。で第3希望が神津島、一番遠い島です。滞在時間が30分、たったの30分。島では何もできないでしょうけれども、のんびりした船旅を楽しみたいなと。ちょっとしたネタにもなるでしょうしね。12時間かけて現地滞在30分、そしてまた12時間かけて帰ってくると。第4希望は利島、滞在時間が5時間10分。割と長めに滞在はできます。しかしこの短い時間でね、しかもほぼ午前中のみです。この短時間で観光できるようなところがもしかしたらないかもしれない。なのでね、何もないなりに何か面白いものがないかなと探してみたいと思っています。そして第5希望は大島の滞在時間が
8時間30分、最も長く滞在できる島です。でただこの大島はね、前回昨年12月に僕は一度行っていますので、連続で行かなくてもいいかなというふうには思っています。ただ、最初の頃にもお話ししたのですけれども、この5つの島、1日限定50人なんですよ、このミステリーキップに参加できるのは。でその50人が5つの島10人ずつに配分されるのかなと、均等割りなのかなとは、ちょっと思えないかなと予想しています。大島がおそらく一番多いんじゃないかなと。で新島がその次、そして利島、式根島、神津島は大島、新島に比べると少ない人数が割り当てられているんじゃないかなと予測しています。当たってるかどうかは分かりませんけれども。でそんな中でね、できたら式根島だと朝何時に着くんだ？式根島の到着時間はよいしょと、朝9時5分ですね。竹芝桟橋を22時に出発して、朝の9時5分に到着します。そして2時間20分滞在して11時25分に現地出発で竹芝桟橋に戻ってくるという形ですね。ぜひともこの式根島が当たってほしいと思っています。まだ切符もらっていないので僕の行き先はわからないんですよ。船は22時発です。で窓口の方には21時ぐらいに来てくださいということを言われています。あともうちょっとですね。今ちょっと聞こえてるかどうかわかんないですけれども、ちょうど今放送が入っていまして、僕がこれから乗るミステリーキップの船、サルビア丸というんですけれども、その放送も入っていました。さてで今僕がいるのはよいしょ、竹芝桟橋です。でね、さすがにね、木曜日という平日、そして特に休日が近いというわけ、連休が近いというわけではない日程なので、そんなにね人はいないですね。前回12月の時には結構な人数がいたんですよ。すごい話題になっていた時期だったので。でね、今ね待合室、このねすぐ向こう側が待合室で切符販売の窓口もあったりするのですけれども、外から見る限りでは、やっぱり人は少なめかなと。ただね、出港まであと1時間ありますので、これから人数増えてくるのかもしれないですけれどもね。そして窓口で、もう切符買ってる人もいるな。さっき皆さんに見てもらおうと思っていたものをすっかりと忘れて窓口の方に行こうとしちゃいましたけれども、その前にここに船がいたんですよ。さっき僕が立って話していたところのすぐ近くに。その船をちょっと見てみましょう。ここ行けるかな？行けるな。
今向こう側に見えているのがあれがこれから乗る船ですね。サルビナ丸、そう、あれに乗ります。でその他にはこちら側には、同じような形なんですけれども、黄色い船、これはね、神津島よりもさらに遠いところに行く船、22時30分発って言ってた気がします。そうで、今回乗るのはこの黄色の方ではなくて、こちらの白い方です。サルビア丸か。約10ヶ月ぶりの乗船になります。さてそろそろ窓口の方に行ってみようかな。乗船口って書いてあるけど、こっちからも行けるかな。素直にこっちから行くか。これから窓口に行って行き先が書かれた切符を受け取ります。大島、利島、新島、式根島、神津島、この5つの島のどれかに、どこに行くのかこれから分かります。そう、先ほど第5希望までのお話をしましたけれども、できたら式根島がいいなと、できたらじゃなくてぜひとも式根島になってほしいなというふうに思っています。ここかな。乗船券受付、そう、去年12月に来た時にはここもね長蛇の列だったんですよ。だから今日はねすごい少ない人数ですね、サクッと切符を受け取ることができそうです。窓口2つ開いていまして、今僕の前には3人ほど並んでますね。ドキドキ。第一希望は式根島ではありますけれども、大島じゃなければどこでもいいなと。ただね、大島であっても前回行けなかったところに、チャレンジしたいとすることもできますので、大島であっても、それはそれでよしと考えます。そう、今回ね5800円なんですよ、この夜行日帰りで。で去年12月に乗った時は確か4000円だったんじゃないかな。そう、閑散期にねお客さんが少ない時期に、こうやってね安い金額でお客さんを呼び寄せているというような形でしょうね。ということでもうすぐです。ああ、そうだ。中で。はい。こんばんは。はい、ちょっと待ってください。予約番号。あ、徳富です。はい。
はい。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 クレジットカードでいいですか？はい。差し込みでお願いします。次の待ちのお客様、大丈夫お願いします。それの際、必ず荷物と一緒に降りていただくようにお願いします。はい。船に荷物を置いたまま降りれませんのでご注意ください。よろしいでしょうか。本日の先が式根島です。はい。ピンク色の部分を名前、ご住所、電話番号を書いてお時間お待ちください。はい。はい。ありがとうございます。なんとやりました。第一希望の島、式根島です。滞在時間がインターネットでご予約、インターネット割ご利用で QR コードをお持ちのお客様は窓口向かって右側にございますセルフ発券機をご利用ください。滞在時間が2時間20分。でその間に式根島式根島これから22時発の船に乗って式根島到着が9時5分です。明日の朝の9時5分。ということは11時間船に乗ることになります。そして2時間20分滞在して11時25分の船に乗ってまた東京に帰ってきます。で帰りは19時着なので、ちょっと早いですね。7時間35分で帰ってきます。行きは割とゆっくりでのんびりと夜行なので、進んで、帰りは日中、そして夕方から夜にかけてということで、サクッと帰ってきちゃうんですよね。ということでね、見事第一希望の式根島を引き当てることができました。確かに式根島と書いています。よし、式根島にこれから行きまして、このね海温泉、誰でも入れる温泉はどうもね4つほどあるらしいのですけれども、僕が事前に、ちょっとだけ調べた感じでは3つほどね固まって海沿いのところにあるようなので、その温泉を目指したいと思います。水着着用の温泉です。なのできっとね撮影もできちゃうと思います。おそらく他に お客さんいないんじゃないかな、こんなねもうすぐ11月という時期に。ただね明日はね、雨ではないです。晴れでもないですけれども曇りという天気だったので、最高気温が20度ちょっとくらいだったかな。なので寒くもなく暑くもなくというような形で、島を探検できるかなというふうに思っています。レンタサイクル借りて時間が許す限り温泉巡り、あと島のね集落のところに島の名物が売ってるような小さなお店もあるようなので、そこでもね何か島グルメを、味わいたいと思っています。ということでね、今日はね行き先を共有すると、みんなでどこに行き先にいるか、同じ時間帯で見るというようなことをチャレンジしてみました。大島、豊島、新島、式根島、神津島、この5つの島の中の式根島、僕の第一希望の式根島を見事引き当てることができました。引き当てるというか自動で決まってるんですけれどもね。ということでね、前回の2023年12月に行った大島のミステリー切符の旅、概要欄に、URL
貼ってありますので、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。船の中の様子もたっぷりと撮影しています。今回もね、メイン動画でアップできるようなものを撮影してこようと思っていますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。公開予定が、今ねちょうどねタイのシリーズアップしていますけれども、その途中でねちょっと挿入して、来週の水曜日または土曜日に今回の式根島のお話をアップしようと思っています。ぜひぜひ楽しみに待っていただければと思います。といったところでね、これから乗船準備、名簿などをちょっと書かなくちゃいけなかったりしますので、あとそれとね、船の中では特に食事などはレストランがあるんですよ。乗船してすぐに夜ご飯食べられる時間帯、短い時間帯ですけれども、夜のレストランの営業もありますけれども、僕はもう夜ご飯家で食べてきたので、そこには行きません。緊急時の食料、グミとかね、そういうものを調達してこようと思います。であとはね、式根島のパンフレットもきっとねどこかにあると思うので、それもゲットしてちょっとね作戦をこれから考えようと思っています。さあでは皆様、今日のね式根島を引き当てたというライブ配信にお付き合いいただきましてありがとうございます。これから僕は東京の島、東京都です。東京都にも島があります。そこに夜行の船で何時間だっけ、11時間かけて式根島に行ってきます。無事に帰ってきたいと思います。そして、さらにまた動画でその様子を皆さんにお伝えしたいと思っています。そのところでね、今日のライブはここら辺にしましょうかね。お客さんも徐々に増えてきた気がしますね。それでも多分ね、二棟和室という雑魚寝の部屋なんですよ。雑魚寝の部屋、多分ね10人ぐらい、マックス10人ぐらいの部屋で、一人一人のエリア区分がされていて、その指定はされているので、自分の場所は確保されています。でそのねだいたい10人ぐらいに対してコンセントが2つなんですよ。そのコンセントの近くのエリアが指定されていればコンセント使いやすいんですけれども、ちょっと遠いとね使いづらいので諦めています。モバイルバッテリーを2つ持ってきて、なんとかなるだろうというふうに思っています。そんなところでね、今日の配信はここまでにしましょう。これから僕は式根島に行ってきます。で今日ライブ配信したので、本来は火曜日と金曜日の週2日間ライブやるというようなことになっていましたけれども、明日はねちょうど帰ってくる日で19時にここ竹芝桟橋に帰ってくるので、ちょっとね夜の配信は難しいかなというふうに考えています。ライブはまた来週の火曜日にやりたいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。また次のライブでお会いしましょう。さようなら。